こんにちは、トバログです。はい、今日は久しぶりにね、ルームツアーの取材をしていこうと思います。今回のゲストは、じゃん、平岡優太さん。こんにちは、平岡です。お願いします。ゲストっていうか、もう俺からしてゲストだからね。ここ俺の部屋だからね。確かに結構平岡さんとは前にも動画撮らせてもらっていて、僕が YouTube 始めた時に iPad のね、カバンの中身やらせてもらったりとか、あと経営者とフリーランスみたいな対談とかもやったね、一回ね、コラボ動画。そうなんですよ。そういうのさせてもらってたんですけど、実はまだね、この部屋とか取材させてもらってないっていうところで、今回撮影しに参りました。もういつですかってめっちゃ連絡だからさ。自己紹介の方、一応お願いします。はい、こんにちは、平岡です。YouTube で iPad の使い方とかを中心にやってる YouTube を運営してまして、トバログとは本当もう8年ぐらいかな。もうすぐ10年だよね。もうすぐ10年そうぐらいから、勤めから友達で、定期的に動画撮ったりとか、あと裏ではめっちゃ遊んでるけどね。週1回ぐらいスマホらしてるけど、たまにこんな感じで動画撮るっていう風にやってる感じの YouTube やってます。もともとの知り合いの流れとしては多分ブログだったじゃないですか。そうね、確かに。僕はガジェット系ずっとやってて、平岡さん意外かもしれないですけど、ファッション系のブログをやってたんですよ。そうなんですよ。もともとね、めちゃめちゃファッションブログ書いてて、ガジェットも好きだったけどぐらいだったからね。今こんな感じでテック系 YouTuber みたいなイメージがかなりあって、どうやってそこに至ったのかみたいなところとか、あと普段どういう風に iPad で動画撮ってんのみたいな、動画編集してんのみたいな、そういう話もいろいろ踏まえつつ、ルームツアーさせてもらおうと思います。はい、お願いします。それでは行ってみましょう。はい、というわけで早速平岡さんの作業部屋見せてもらおうと思います。動画の流れ的にはやっぱり僕ら的には気になるのが、このデスク周りの機材だったり、このデスク周り系と、あとめっちゃおしゃれなんだけど意外と動画で深く彫られていないこの壁のあたりのなんかシェルフとかね。そう、どういうのが置いてあるんだろうみたいな。なるほど。その辺が結構気になるので、そういう流れで紹介していこうと思います。 OK です。はい、じゃあというわけで早速デスク周りからいろいろ機材見せてもらいたいと思います。はい、まずデスク周りなんですけど、やっぱりここに iPad が鎮座してますね。そうね、確かに。っていうところで iPad は何のやつですか、それ。これはね、一番新しい2022年の M2 の iPad Pro の 12.9 インチです。こっちは11インチの iPad Pro 横に置いてます。2枚置き。結構ね、こっちで YouTube 見ながらラジオ感覚にして作業とか割といいんだよね。便利でやっちゃう。14インチの MacBook Pro、M1 Pro のやつ使ってるんだけど、この配線をつないで、ここにね、実は机の下に Mac。 なるほど。そこに Mac を置いて完全クラムシェル運用にして、LG のディスプレイですね、これに表示してます。ポインティングデバイスは Mac はマウス使ってて、iPad はこっちなんだよね。Apple のトラックパッド使ってて、これはちょっと併用できないんで2つ置いてるんだけど、レノボ GO っていう、前になんか紹介してたやつ。そう動画で紹介、なんかね、案件で提供してもらったんだけど、すごい気に入ってて使ってるこのマウス。今これ使ってる理由は、これ地位充電できるんだよ。これがすごい良くて、充電なくなったらここにこのワイヤレスチャージャーがあるんで、置いとくだけで充電できるから。で一方で iPad 使う時はやっぱりマウスよりもトラックパッドの方が絶対使いやすいと思ってるから、個人的には。このマウスの Bluetooth で切り替えてこっちに接続してもいいんだけど、やっぱりトラックパッドがいいなと思ってトラックパッドを iPad 用に使ってるって感じですね。なるほど。iPad の方がそういう左右に動かしたりとか。そう。キーボードの方はこれだね、キークロンのこれ K3 だったかな、いや K1SE かな。K1SE ってのを今使ってます。純正で揃えるっていうよりかは割といろいろ周辺機器サードパーティー製で揃えてるって感じですかね。このキーボードで Mac と、あとこっちにもね、このファンクションで接続切り替えて iPad にも使ってるんだよね。なので純正だと多分この複数接続、マルチペアリングができないと思うんで Apple って。なんでこういうふうな、複数と Bluetooth 接続できるもので iPad を使ったりとか、すぐ Mac に切り替えたりとか
どっち使うかでキーボードをもう共用しちゃってるっていう。最初この構成を見た時になんか iPad と、まあ、Mac で別々のなんか OS を積んでるもの2台あって、動かしたりとか混乱しないのかなとか思ったんですけど、手で触る系のデバイスは一つの同じものを使うことでその辺を解消してるって感じですね。そうで2つ使ってるからこそ、すぐにどっちも使えないと、あんまり本末転倒というか、効率よくないなと思って、だったらまあデバイスが増えちゃうけど1個置いといてもいいかなってので、すぐに使いたい方を使える状態にしておくのがいいかなっていうので。それも動画で多分話されてると思うんですけど、その Mac と iPad の使い分けみたいなところって意外と僕らからするとどういう感じで使おうみたいな迷ったりするんですけど、事務作業的なこと、例えばその商品の、EC サイトの、まあ、編集と管理とかそういうのってドラッグ&ドロップが多かったりとか。コピー&ペーストが多いとか、そういう時は大きな画面でやった方がこっちでサイトの文章をコピーしてこっちに貼り付けますとか、それはなんか Mac の方が便利かなと思って Mac 使ってますと。で、iPad はシングルタスクにやっぱ強いと思ってるんで、なんだかんだ動画編集したりとかサムネ作ったりとか、そういうところは iPad かな。なんか個人の方はあんまりそのマルチタスクっていうよりもシングルタスクですることが多い気がしてて、YouTube 関連なんでもう iPad でもう完結させちゃってるっていう感じかな。 iPad でそのクリエイティブ作業する時系って、やっぱ動画編集とかサムネ作ったりって話だったんですけど、具体的ななんか見せてもらっていいですか？アプリの画面みたいなの。アプリはね LumaFusion を使ってんだけど、これが今現状ね一番いい動画編集アプリかなと思って、もうすぐファイナルカットプロ来るんだよ。だからそれすごい楽しみにしてんだけど、この LumaFusion は現状 iPad に最適化して使えてる動画編集のアプリかなと思って、こんな感じで普通に編集してますよと。すごいな、その細かさを iPad のやばいっすね。しかもゴリゴリよ本当に。すごい。これ全然できるからね本当に。シムシティみたいですね。シムシティみたい確かに。なんかやろうと思えばできるっていうのは分かってるんですけど、なんだかんだちゃんと本当に iPad でやってるのはすごいですね。まあでもMac 使ってる人が無理に iPad 使う必要はないかな。iPad 使ってる人は無理に Mac 使う必要もないけど、別にどっちも無理しなくていいと思う。使いやすい方使えばいいと思う、自分なりに。気持ちのあれですか？気持ちの問題だね。で同じくサムネとかこのアフィニティフォトとか使って、これは結構ねサムネもそうだし、仕事で使う商品の写真とかもこれで編集したりとかもしてるから、結構ねいろんなサムネはここで本当だ、結構平岡さんのなんかサムネって割とこれ平岡さんっぽいなっていうのがそうかもね、分かりますよね。毎回結構一緒のやつ使い回してるって感じだから、太字と黄色のそうね、黄色結構ライトルームも個人的には iPad の方が使いやすいかなと思ってて、サクサク動くんだよねめちゃめちゃ。基本もう全部写真の現像はパソコンでもライトルーム使えるんだけど、iPad 使ってるかも。ディスプレイ綺麗ですよね。ディスプレイ綺麗だね。そう、ディスプレイ綺麗です。これね一緒にトマロと作ったそうですね、ハーフデーパックのトマロが大体のアイディアのイラストを描いてくれたんだけど、それを iPad でもうちょっとこのどれぐらいの大きさとかを iPad でスケッチで描いたり、これメーカーに提出して作ってもらうみたいなことができたりとか、これ Apple Pencil ホルダー、結構人気製品なんですけど、結構 iPad はねこう絵も描けて字も描けて写真も貼れるから、なんかこういう写真にこういうの欲しいんですよねみたいな書き込んで、あんまりね 3D とかできないからさ個人的に。でもイメージが伝わればなんとなく作ってくれるかなってのもあって、こういう感じのもう汚い絵で。Mac 単体だとやっぱ絵は描けないじゃないですか。なんか自由にすごいいろいろ絵を描いて設置するっていうのは結構難しくて、確かにあんまりテキストベースでやっちゃうこと多いですけど、iPad だとなぜか絵を描いてなんかそれで共有したくなるよね。ちなみにそのノートは何のアプリですか？これは GoodNote5 っていうアプリ。大人気。そうでもね最近は GoodNote もちろんいいんだけど、プロクリエイトも結構好きで、絵を描くときこっちもね描きやすいんだよね結構。これもちょっと企画中のカバンなんだけど、なんかちょっと絵がうまく描けます。こっちの方がクリエイティブ作業はなんだかんだ iPad でやっちゃうかも。iPad でしづらくて、Mac ですごい快適みたいな作業する時の
ツールってどういうの使ったりしてますか？大したもの使ってないけどね。例えばスプレッドシートとかは Mac の方が絶対いいと思うし、こんな感じでね、例えばここに、これ今 YouTube 開いてるんだけど、ブラウザ開いて、なんだったらもう一個ぐらいブラウザ開いて、ここにファインダー開いて、ここにある商品の写真をドバッとこっちにインポートして、みたいな、こういう作業ってやっぱ Mac の方が圧倒的にやりやすいかなと思って、そんなに Mac でしか動かないこのソフトウェアとかアプリがありますってことはあんまぶっちゃけない。ウェブベースかアプリベースかって結構変わってくると思うから、ブラウザってやっぱどうしてもウェブベースでさやることもいろいろあるから、そういう時はなんか Mac の方がいいと思います。ありがとうございます。普段じゃあ iPad 用でよく使ってる、なんかアクセサリーでいうとなんかあったりしますか？このピタカのケースはめちゃめちゃ良くて、今これね普通にケースとして使ってるんだけど、サブディスプレイとして使ってる iPad をこっちにもつけてんだよ。よいしょ、これここに置きっぱなしでも充電もしてくれてスタンドにもなるから、こういうサブの iPad とかってここに今スタンドして置いてても、結局使いたい時にいつも充電しっぱなしするわけにいかないじゃん。コードが邪魔で、使いたい時になんか充電がなかったみたいなことがよくあって、このシステムがあると常に充電をマックスにしていられるからめちゃめちゃいい。表とか毎日持ち歩いてるこの 12.9 インチも家帰ってきて充電しようと思ったらもう一旦こっち外してここにつけるだけで充電できるんだよね。それいいっすね。そう、決して速くはないけど、だったらもうケーブルも必要なく充電もできちゃうっていうのが結構個人的にはお気に入りです。このなんか手軽さなんか言い難いっすよね。いいよね。パチッとするだけで充電できるっていうのが、ここの裏にこのね iPad スタンド、俺が一押しのボヤッタの iPad スタンドを本当にでこの裏に実はですね強めのアンカーのハブがあって、これハブというかもうドッキングステーションかな。動画アップロードする時とかはこのハブと iPad をケーブル1本つなぐと、有線 LAN でちゃんとネットワークも強くできるし、ここから充電も取れるし、こっちの LG のディスプレイと接続もしてんだよね、裏で。でここに USB-A とかイヤホンジャックもあるから、イヤホンも使えますみたいな拡張をここにつけてます。いいっすね。その感じ確かに一般的な iPad のメリットって割と軽くて、なんか快適に使えるって感じだけど、そのなんかハブとかいろいろ構築してる感が軽自動車をキャンピングカーにする。確かにそうね。確かにね、そうかもね。パッと見た時にさ、そんなにめっちゃ繋いでるとは思わないでしょ。それがね結構配線頑張りましたね。しかも結構これクラムシェル運用して、このディスプレイとこっちも繋いでハブとかつけてやってるんだけど、デスク下めちゃ綺麗じゃない？本当だ、めっちゃ綺麗。めっちゃ頑張った。ここ世の中にある机をすっきりさせる動画全部見て一番テンプレート装備全部買った。これがドッキングステーションで、これと Mac をつないでて、さらにここから上のディスプレイとつないでます。強いな。そうなのでMac もケーブル1本ですぐこの上にも接続できるし、あと HDD とかもここに入ってんだよね。なるほど。8TB ぐらいのストレージもかなりこれで拡張されてます。Mac と iPad どっちもこのディスプレイにつないでるんだけど、もう一個ね、実はこの裏、この LG のディスプレイの裏に、この Nintendo Switch のドックを貼り付けてんだよね。いいっすね。でこれもそのディスプレイにつないでますと。なのでこれ合計3発つないでて、すごっ。Mac も iPad もこの Nintendo Switch も入力切り替え一つでこのディスプレイで全部。これね強力接着剤で、いけるかな。強力ななんか粘着テープみたいな。だから多分外すの結構大変。一応このスイッチの裏にもこういうマグネットシール貼ってるんですよ。リビングとかでゲームしたい時はこのままもう持っていく、向こうにスタンドを。なるほど。でコントローラーでゲームすればちょっと出張ゲームもできますよ。最高ですね。これ充電はできないですもんね。充電できないです、もちろん。ここの下にアンカーの 4連ハブを設置してます。で、ちょっと見えづらくしてて、最悪ここにつなげば充電が確保できると。これ変態なのが、これも粘着テープです。そう、粘着テープです。世の中いろんなデスクスッキリ系のグッズたくさんあるけど、結局結束バンドと粘着テープが強い。そうなんだよな。これがね、前動画でも紹介したんだけど、シャオミのこのモニターライトで、これねすごいシンプルで光の調整回したらできると、押して回すと色温度も変えれるよと。
でめちゃめちゃ安いんだよね。1万円しなかった気がするこれ。タイムタイマーっていうのかな、こうやってね回すと残り時間アラームで測ってくれて、視覚的に分かりますっていう。アラーム鳴らしたくない時とかはアラームオフにして、ただ視覚的になくなったから時間が来ましたみたいなことも表せる。その後ろにある10円玉やっぱすごい糸があって、でもねこれ結構割りまじ糸あって、マジっすか。カメラのプレート、ここ10円ないと外せないの多いじゃん。めちゃめちゃ結構マジで意図的に置いてます合理性の折り合理性の折り天板この分厚さなのになんか見た感じスタンディングっすね。そうこれ天板はね本当もう10年前ぐらいに買った自分で買ったやつ1枚板をずっと使ってて、で最近このフレキシスポット昇降の足だけ、メーカーから提供してもらってフレキシスポットパワーすごいっすね。すごいよね。全然余裕だからねこれで。すごい。そうで、こんな感じで立って作業することもたまにあります。いいっすね。そうでこの時にやっぱりこの配線周りをきれいにしないと昇降できないから、結構頑張って配線しました。これねエルゴヒューマンプロのワークチェアですね。これは本当なんかねめちゃめちゃ座り心地いいし、やばいのがここにこれオプションで買ったんだけどこうやってここで iPad 挟めるんだよオプションで。そうこのオプションだけで1万5000円ぐらいしたけどさらにこっからこういってこうもいけるからまああんましないけど、でも普通にこれなしで作業中ちょっと疲れたらこうやって横なって、なんか気づいたらちょっとうとうとしてるとか、全然あるぐらいめちゃめちゃ気持ちいいですこれ。今机の周り紹介してもらったんで、撮影ってどうしてるんですか的なところやっぱ気になるところあって、撮影してる人って撮影の裏側見えないじゃないですか。確かにね。そこをちょっと軽く紹介してもらいたいです。ドン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 ドゥン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 これがね撮影用のキャスター付き脚を使ってますと。これねずっと使ってるんだけど、ベルボンの DP83S っていうドリーポットってやつですか。そうドリーポットだね。で基本普段は奥にね裏にウォークインクローゼットがあるんだけど、この部屋この中に入れてます。α7S3 で。そうでレンズは基本的に 35mm の F1.4GM。 これめちゃめちゃいいレンズ大好き。これはブラックマジックなんとかって結構高いやつです。外部収録できるモニターですか、ね。そう外部収録もできるモニターです。これ本当は AC アダプターからも電源取れるんだけど、バッテリー駆動できるからもうコードレスでこのキャスターどこでも動かせるっていうのがお気に入り。どうしてもねこの三脚に立てたカメラって置きっぱなしになっちゃうじゃん、YouTube やってると、それが部屋に置いとくの嫌で、この動き回れるシステムにしたっていうのと、照明もやっぱねめちゃめちゃ部屋の場所取っちゃうから、これね上がちょうどこうね、なんやこれライティングレールだったんだよね。だからこれもねYouTuber を参考にしたんだけど、ライティングレールから電源取って、ニーワーの LED みたいなを全部ね3つ、そことそことパネルっぽいやつを3つ置いて、これで角度調整すると明るさも確保できて、その欲しい場所に光を当てられるっていう。これ俯瞰撮影用に使ってて、これがオートポール、マンフロットのオートポールで安定してますね。そう意外とねめちゃめちゃこれ重いレンズとかつけてるけど、安定してるんだよね。すごい。レンズはこれね2470の GM いや機材がガチ。機材意外とガチなのよ俺。こちらは FX30 ですか。これ30ね。30。ジャンルは違えど職業は一緒だから。そうだよ。業務用機材はだいたいプロ仕様みたいな。これだと小スペースで使えるし、意外とこれすごいですね。アームいらない時は、結構このまま出しましたけど、ここひねって、こうしとけば簡単に邪魔にならないようにできるから。平岡さんが YouTube 撮る時の構図っていうとこんな感じ。この辺からこの辺ぐらいまでかな。お願いします。なんか歌い文句みたいな。今日も iPad でクリエイトしますか。どうも平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。これ空気椅子やね。空気椅子で収納とかで、これうちが作ったフロアボックスっていう、収納箱なんだけど、ちょうどねここのオープン収納があったんだけど、ここにぴったりだったんで、横幅が。これ別に専用に作ってないんだけど、三脚類とかはここですと。たまに俺もこんな感じで取材に行くから、取材に行く時の機材 HDMI とかマイク、オーディオインターフェースとか、やっぱ業者感が出る系は
これで隠して収納するみたいな。ここも領収書だね全部。これね、ヴィンテージのね、1970年代ぐらいかな、割と有名なこのシステムシェルフのオロフピラっていうオークの板とこの鉄がグレーなんだよね。確かにここのなんかコントラスト柔らかい感じがあって、これいいなと思ってこれ買いました。それいいっすね。このオークの感じはもうヴィンテージだから色がだいぶいい感じになってその色なんですかね。どうかな。でも塗装というかなんかフィニッシュが入ってるから、そこまで経年変化ゴリゴリじゃないけど、この辺とかちょっと薄くなってたりとか、若干当たりはあるかなみたいな。 iPad mini 6、ここに置いてて、ここに裏に実はハブがあって、これとここで有線つないで、でさらに上に充電の電源があるから、充電しっぱなしかつスピーカーにつなげてるっていう状況にしてます。なんでここからすぐにSpotify とかかけるとこっちで音楽再生できるし、Spotify の機能で同じID 同士だったら、こっちで流れてる音楽をあっちの iPhone とかあっちの iPad とかから、机の方の iPad とかから操作できるんだよね。こっちから。そうなんでこっちで仕事をしてて、後ろの iPad から流れてる音楽でもこっちから早送りとか、一時停止とかできるから、そういうところのシステムがいいなと思って。その iPad は基本じゃあそこに置きっぱなしで使うみたいな。そうね。でこれ一応本読むのにも使ってるんで、本読みたい時はここにケーブル抜いて、で持ってって読書かなって感じで使ってます。それはそのスピーカーは何ていうやつですか？これはね、絞りオーディオっていう、なんか割とおしゃれ系で有名なスピーカーで、このウッディな感じのね。これがですね、ポラロイドカメラ、SX70 っていう世界初のインスタントカメラ。よいしょ、折りたたみできるんだよ。こうなってこれでここにストラップで持ち運ぶんだよね。これかわいいよね。1970年代かだから、すごくない？すごいかわいいよね。かわいい。一時期好きで集めた、ヴィンテージの花瓶、花も飾るけどこうやって置いてるだけでも可愛いかなと思って、これがですね、インスタで見て結構可愛いなと思ったアーティストの人の、作品、最近すごい人気で、めちゃめちゃなんかねフォロワーとか増えてるんだけど、当時はまだ初個展ですみたいな感じで行って買った犬の絵かな。可愛いよね。こういう可愛い絵が好きです。で横が GR、 今のこの部屋の光いいなとかをパッと撮りたいと思って、あえてここに出しっぱなしにして、もうすぐ撮ってすぐ撮れるみたいな感じに。これ一応フレグランス類かな。これはキントのアロマオイルウォーマー、ちょっと朝使ってたんだけど、水にエッセンシャルオイルとか入れて火をつけて温めながら匂いを出すやつと、裏にお香もあるから、お香を使いたい時はお香を使ってます。やっぱ作業の気分転換とかで。そうね、結構いい。どっちもね、1本30分とか、これも1回30分っていうのがあるから、その30分休憩タイムとかに使ったりしてます。上はこれはねレゴですね。で上マークがあって、すごいかわいい。でここ1段がなんかちょっとこういう本とかを置けるディスプレイラックになって、表紙がいい本とかを置いてます。これがねディーター・ラムス、トボラクも好きだよね。ブラウンとかのプロダクトを作ってる人のこれ作品集で、見せていいかな、なんかすごいめちゃめちゃ作品が一覧全部書かれてて、これめちゃめちゃね、結構有名な本なんだけど、これを置いて、なんかねこっち向きに置くのがハマってます。これ雑誌、この下にアンドプレミアムなんだけど、なんかここにポッパイ置いてます。それ平岡さんからもらった作品集。これね、シークレットリチュアルね。これは俺がすげえ好きなジンを作ってる割と有名な編集者の人が作った写真集で、オンラインで買ったんだけど1冊買ったつもりが2つ買ってて、余ったからトバルブに1個あげました。こっちもねフィルムカメラで写真撮ってる浜田さん、結構有名な SNS とかでも、そう浜田さんの写真集。平岡さんカメラ好きっすよね。そう、写真が好きで、特にフィルムカメラが好きだから、こういうフィルムの作品とかは結構買うかも。カメラは結構好きだから、これ最近フィルムじゃないけど、一応デジカメなんだけど背面液晶がないっていう撮った写真が見れないっていうこれはもう最高ですよね。これ30歳の誕生日かなに買って、なんか背面液晶が入ってないから、なんかあんまり性能落ちるとかないかなと思ってて、10年ぐらい使えるんじゃないかと思って、なんかいいかなと思って買いました。確かに。そうね、この辺はね写真集とか、あとは置いときたい本が多いかな。基本的に全部 iPad で読むんだけど Kindle で。これね名著。これすごい名著で俺の人生変えてくれた。この2つマジでおすすめ。
はい、これはまあエッセイ集です、岡本太郎。よく見るやつ。そう、自分の中に毒を持って、これもうめちゃめちゃおすすめし続けてる。もう10年ぐらい好き俺。付箋めっちゃ貼ってるからさ。自分が未熟だからと消極的になってしまったら未熟である意味がなくなってしまう。そういうのは未熟のままだらしなく熟したことになってしまうのだ。おお、聞いたことない。響いてない。でこっちもいいです、これ小説です。多々ある。まあなんかね、人生やりたいこと先延ばしにしたらあっという間だよっていうのを、熱くないんだよ。もう淡々と小説で書いてるんだけど、主人公がそうやってしたいことを先延ばしにして生きていく。で最後マジで無念に死ぬっていうこのマジやべえなって思わせてくれる小説です。これめちゃめちゃいいです。視聴者のみんなと一緒に撮った種でございます。まあでもなんかちょっと薄汚れてんだよね、知らない間に。ウィルヘルム・ワーゲンフェルトっていう、めちゃめちゃ有名な北欧のこれも作家なのかな、結構いろんな建築とかもやってる人だと思うけど、の作った作品で、2016年とか7年とかに福岡のヴィンテージの花瓶屋さんで買ったんだよ。ヴィンテージ家具とかってコロナ禍ぐらいから来た気がする。それはそう思う。これ本当になんか色とかこの曲線とかすごい好きで、めちゃメガネありますね。メガネは死ぬほどあります。平岡さんメガネすごいかけてるイメージ。まあ毎日してるからね。実際目悪いしコンタクトしてないから、基本メガネです。やっぱメガネって印象変わりますよね。メガネってちょっと変わるだけでガラッと変わるから、ついついねいろいろ欲しくなっちゃうんだよね。これ全部だから、ここで10本、奥で今かけてるのやっぱ10本だから20本ぐらい持ってる。すげえ。これとかはチタンでできてるからこうやって折って、コンパクトにね持ち運べますよみたいな。こういうこれとかはヴィンテージのやつだね。これも1970年ぐらいかな、ヴィンテージの。これも変わってるよ。これはね革巻きです。すごい。革なんですね。そう、革。僕メガネしないんでなんかどういう感覚なのかあんま分かんないですけど、ガジェットとかで言うと何に近いとかあります？iPad のiPhone のホーム画面変えるとか、背景昔さ背景画像だけダウンロードできるアプリとかめっちゃあったじゃん。ありましたね。みんなそこからおしゃれなやつ撮ってたじゃん。その感覚かな。なるほどな。USM っていうメーカーのハラーシステムキャビネットみたいな、これのこうゴールデンイエローっていういろんな色あるんだこれ。白とかもあるし、でいろんな色ある中で黄色ちょっと置いてみようかなと思って、黄色アクセントにして足し色的な感じで。結構あとね大きい収納がドカーンとあるから、なんかねこのちょっとあんま見せられないけど、レビューする前の大きなものとか、箱とかでかいじゃんガジェットって、そういったものをこの中にズドンと収納してる。これはねピエール・ジャンヌレの椅子ですね。結構前から欲しくて、でもなかなか部屋に置けないじゃん、大きいからさ。だからこれイージーチェアっていうさ、いわゆるゆったりするような椅子なんだよね。北欧とかってそういう文化があるからさ、でも日本の家屋に置けなくて、で自分の部屋ちょっと広くなったタイミングでこれ欲しいなと思って、一応本物のヴィンテージのジャンヌレのものを定期的に集めて販売してる人がいて、業者みたいな、倉庫みたいなのがあって、そこに行って買いました。ということはレプリカとかじゃなくてそう、一応本物これ。だから本物だからどこで使われてたかっていうシリアルが載ってんだよね。もともとあれでしたっけ、インドとかで。そうインドのやつこれ。本読んでここにちょっとしたテーブルがあるから、コーヒー置いてこうやって本読むことが結構多いかな。いいっすね。平岡さん意外とそのヴィンテージ家具とか、いつぐらいから集め出したでしたっけ？いやでもね昔から、ヴィンテージは好きだけど、やっぱ買えなかったりとかさ、置けなかったりするから、ヴィンテージ風のものを買ったりとかしてたんだけど、部屋が広くなってからかな、なんか引っ越しとかして YouTube 始めて広い部屋いるじゃんどうしても。で、背景にも映り込むし、その背景作るって意味でも多少ちょっとインテリアとかにもなんかお金かけようかなって思って。であとお店もねそこから開拓していくと、いいお店とさなんか信頼できるお店とかあるじゃんそういうの見つけて、そっからかも買い出したのは。もともとその服で古着が好きってのもあって、古着好きだから大体この国ってこういう感じだよねみたいなとか、その国の歴史とかを多少知ってたから、そこからなんかインテリアに行きやすかったっていうのはあるかも。でその古着とかでいうとこれねめちゃめちゃ面白いのがマルジェラで買ったんだよね。これだから古着じゃありませんと。古着サンプリング、古着を元に作りましたっていう、最新の服
服なんだけど、でよく行く古着屋さんにこれの元の古着がありましたと。おお、すごい。すごいね、ほぼ同じなんだよね。本当だ。だから本当にもう何十年前の服を今こう復刻しても今っぽいというか、その中でも変わる部分と変わらない部分があって、こう両者見比べた時にこういう部分は今っぽくなってんだなとか、そういうの見るとすごい楽しい。チャイナシャツなんだけど、これフランスの古着なんだよね。でちょっとね歴史的経緯忘れちゃったんだけど、このフランス古着でチャイナ服めっちゃ多いのよ。それはフランスに一時期中国人がすごいいたことがあって、その時にこの中国人向けに作られたみたいな服が古着ですごい出てくるんだよね。そういうのもあるんですね。なんでフランスで中国みたいなとこあるけど、それ歴史とか知るとなんか面白くて。古着ってなんか勝手なイメージだと、中古の服をおしゃれに言ってるみたいなイメージはあるんですけど、でもなんかね、古着が面白いのは今の服は服のための服なんだよね。おしゃれするための服じゃん。でも当時はおしゃれってなくて全部もう仕事のための服なんだよね。全部職業とかと密接につながってて、これとかはアトリエコートって言って、アーティストがその絵とか描くときに汚れないようにアトリエで上からバサッとかぶって絵を描くってコートなんだから。で基本的にこのアトリエコートはその絵を描く時のコートだから汚れてんだよ、ペンキとかで。そのペンキで汚れてんのもすごい面白いんだけど、それの新品デッドストックでこれ販売されてて、それがすごい価値が高いのよ。なんかヴィンテージ家具とか、結構ヴィンテージな腕時計とかそういう感覚に近い。確かにね。平岡さんってもともと最初にも話した通りファッション系のブロガーだったじゃないですか。なんかガジェットとか例えば iPad とかそういうのにがっつりハマったきっかけみたいなって何かあったりするんですか？もともとパソコンじゃなくて iPad になった理由は、本当の最初ってファッション文脈で、当時って Mac ってまだ大きかったんだよね。12インチの MacBook もなくて、MacBook Air といっても大きいしでかいみたいな。そうですね。その時にこうお気に入りのカバンに入んなかったんだよ。最初はそこからじゃあ iPad mini とかで動画、ブログ書きたいなっていうからiPad 買ってみて、それでブログ書けないかって結構やったんです。そしたらその iPad の使い方を工夫する方もすごい楽しくなってきて、結構 iPad でのブログの書き方みたいな超ニッチなブログ書いたりとかして懐かしいやってたから、そこからかもね。もともとはなんか好きなファッションで好きなカバンに合わせる時にパソコンとかデバイスの大きさでカバンをこう引っ張られたくないというか、持ってるカバンどんなカバンにも入れられるようなデバイスが欲しいから、iPad になったかも。12.9 でも最近さ重くて大きくなっちゃったからさ、iPad 好きで使ってんだけど、これでカバン入んない時あるんだよね。だからこういう11インチの iPad Pro とか、もう1個作業できて小さい端末とかは、もう1個持っときたいなっていう気持ちがすごい強い。普通はカバンを変えるんですよ。いやカバン変えるは違うよ。服に合わせてカバンを選んでそれに物を入れるんだから、もう物を変える。物を変えたいわ。物を変える。もともとファッションと iPad 半々ぐらいだったんですけど、今基本 iPad じゃないですか。 YouTube で投稿するの。いやでもそれはね、純粋に今でもファッションも iPad もカメラとかも好きで、全部好きとは変わってないけど、 YouTube 始めた時に最初結構ファッションとかやってたんだよね。でその時はいろいろやるじゃん。ブログの延長でやってたから、ファッション上げる日もあればカメラ上げる日もあって、iPad 上げる日もあってってこういろいろやってて、ファッション中心だったんだけど、iPad の動画やっぱすごい反響が良くて、で上げたらまた反響良くて、で上げ続けて質問もいっぱい来るじゃん。意外とみんな知らないこと多いんだなってなって、じゃあこれも上げるかっていう繰り返しが今って感じ。コメントとかでめっちゃ参考になりましたとか、逆にこう質問もらえるのもそのおかげなんじゃないかな。自分だけのアイディアだったらもう100本とかで終わっちゃってると思うけど、意外とこういうことって当たり前に見えて分かんない人いるんだなとかがあるから続けられてるかも。もうこれがエンドロールですとか言ってこの場で構成決めてる。この場で。はい、というわけで平岡さんの撮影部屋たくさんいろいろ見せてもらいました。丸裸よ、もう本当に全部映したかもね。全部見た。本邦初公開ですね多分。そうね、ここまではねあんま出してないわ。ガジェット好きで言うと割とガジェット系だけでゴリゴリ固めるパターン多いと思うんですけど、やっぱもともとファッションがすごい好きっていう文脈
脈もあったりで、その最新ガジェットだけじゃなくてこういうなんか意味のあるおしゃれなものとか、意味のある多分平岡さんの中でストーリーがあるようなものもたくさん置いてあったりして、まあそうね、利便性だけじゃないインテリア性で置いてるものもいっぱいあるね。そういうのもやっぱり面白いなっていう感じですね。あんまり動画からはすごいここのがっつり出たりとかはしないですけど、裏側はこういう気持ちで置いてるんだよっていうのをいろいろ見せてもらいました。そうね、一応ガジェット系チャンネルだけど、もともとファッション系だから、そのなんかガジェット一辺倒になるのもちょっとどうかなってもあって、自分的には。あとiPad もともとそのかっこいいと思ってるし、おしゃれな面もあると思うから、そういうかっこいいなっていうガジェットを感じてほしいって気持ちも割とあるから、あんまりガジェットみたいな3面ディスプレイですみたいな感じよりかは、こう日常生活も、こうなんか雰囲気いいなって中で、iPad とか紹介したいなってのがあって、結構ね意識して揃えてる部分はあります。というわけで、平岡さんの iPad の動画とかチャンネルに関しては概要欄とかこの辺にはい、というわけで今回はこれで終わりにしようと思います。トバログでは他の人のいろいろな職業のね、ルームツアーとかカバンの中身も見せてもらっているので、そっちもチェックしてみてください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。バイバイ。